めっちゃ車輪ガンだな。だからケーブルでの差は確実にあります。KBR のケーブル2つ、こっちの青黒プラス赤黒って今回しっくりくるね。KBR の1000円ちょっとぐらいの USB ダック、目の覚めるような青がめっちゃいいよ。KT です。今回は KBR のバング K かな、ちょっと読み方わからないけど、こちら開封レビューしていこうと思います。はい、背面一応こんな感じでスペック細かに載っています。気になる方は一時停止などしてチェックしてみてください。はい、でこれちょっと楽しみでした。なんかね、音がどうこうとかそんなことよりも見た目がめっちゃ好みというか気になっていた。ちょっと開けながら話していきます。何かというと、ナルトジャンプのナルト、はい、ナルトの車輪ガンを思わせるようなデザインなんだよね。まあわかんない。これは人によってどう思うかは違うかもしれないけど、車輪ガンっぽいなって俺はちょっと思ったところがあり、なんかそこでね、ちょっと気になったっていうところがあります。まあ車輪ガンっぽいって言っちゃうとさ、実際つけるときにどうなのっていう話もあるかもしれないけど、このあたり好みは分かれるとは思うんだけど、ちょっとそういう点でも、ナルト好きな人とかはどう思うのか、ちょっとそこら辺も気になるところです。はい、早速取り出そう。これ一応、ちょっとね、まだ隠しながらにすると、白と黒とあって、あと今回もご提供いただいたんだけど、もし白来ちゃったらどうしようと思って一応言えばよかったかなと思いつつ、届いたらちゃんと黒でした。黒じゃないと車輪ガンっぽさないように感じたので、あとちょっと画像の方を見せるけど。はい。では、手のひらから手のひら乗せ、まだわかんないね。この逆側のフェイスプレートがポイントになるので、ちょっとここ見てみるとあれだね。なんかちょっと見覚えのあるような、わかる人にはわかるんじゃないかっていうような言い訳の感じになっている。はい。じゃあひっくり返します。はい。オープン。はい、どうでしょうか。車輪ガンではないかな。車輪ガンっぽくないでしょうか。どうですか。俺はね、一目で見た時にね、車輪ガンだって思って。ちょっと光の当たり具合でちょっと見づらかったりするかもしれないけど、これが見やすいかな。車輪ガンじゃね？違うかな。そう、この感じがね、めっちゃいいなと思って。はい。じっくりとちょっと。側面見てみると、側面は無難な感じで、光沢感が結構すごい。ピンに関してはこんな感じになっています。そしてやっぱりちょっと特徴的に思うのが、これなんだろうね。よくある形状なのかな。個人的にこれ見て連想したのは、KZ 系であるスリットの入ってるやつ。これちょっとその KZ の感じで考えた時には、あれだね。なんか俺結構これ好きかもしれないんだよな。このスリットが入ることによって音が抜ける要素があるってことなのか、割とスッキリして聞こえるようなイメージを持っているので、KZ 自体がそもそもシャープだっていうところがあるから、そっちに引っ張られてるだけで、ここの影響ってどのぐらいあるのかわかんないけど、例えばさ、他のちょっとこもり気味なイヤホンにあえてつけてみて使ったこととかないので、ちょっとそういう面でも、見た目の方が気になってたってところが大事であったんだけど、ちょっとこのスリット入ってるこれとかもちょっと気になるかなっていうところ、ちょっと今思いました。はい、見た目に関してはこんな感じになります。でちなみに今回、ちょっとごめんなさい、読み方がちゃんとわかんないんだけど、長いんだよな。H-Hi-Fi Here KB イヤーオフィシャル様からご提供いただきました。今回多分初めてご提供って形になるので、ありがとうございます。ケーブルこの感じなんだ。へえ。なんかさ、関連性俺よくわかってないけどさ、これ最近のさ、KZ の時についてきた、この巻きも KZ じゃん。もう他社のことを、しばらくあんま他社のもの触ってないかわかんないけど、KZ 巻きだね。なんか KZ の製品ってここってこうに綺麗にこれが巻いてあるっていうのをよく話触れてるんだけど、ちょっと待ってください。一旦これほどいて、タイプ C じゃない。3.5 ミリだ。よかった。個人的にちょっと 3.5 ミリで来てほしいなっていうのがあったので、ちょっとこの組み合わせがどうかなってちょっと疑問に感じるな。これ黒だったらめっちゃ良さそうだけどね。うん。この色って一番中途半端な気もするけどどうでしょうか。ちょっと個人的には絶対に L じゃないとダメなので、もう外しちゃいます、M サイズは。そしてこれも一応サイズ感依存で感想っていうのはもう全然変わってくると思うので、耳の密閉感っていうところでだいぶ音の聞こえ方違ってくるっていうのは素人ながら分かってきたので、全然さ、イヤホン慣れてない人が今見てるとかっていうところのそういう想定もしつつ、一応初心者目線というか素人目線というか、素人による素人のための的な要素も含んで話はしていければと思うので、ちなみにこの密閉されるとちゃんとね、耳の壁にくっついて密閉されるとどちらかというとこもって感じるたりとか、低音とかの迫力があんまり音で感じられないというか、
響いて感じられるというか、そういう傾向になります。密閉されてるとさ、普通に外の音が聞こえづらかったりするじゃん。そこから連想できるこもってる感とかって言えばなんとなく伝わるでしょうか。あ、ついた。ちょっとつけづらそうな印象を受けたけど、そんなこともないか。いやー、まあやっぱこれが苦手だ。この前コメントでちょっと、なんかつまむとかってより押し付けて入れるといいっていうのを聞いて、なんかね、何パターンこれ、こういう風にやればいいのかな、こういう風にやればいいのかなと思ったことがあったんだけど、そこで押し付ければいいって話を聞いて、ちょっと、あ、そうなんだって、一個、ポイントが絞れたから、とはいえつかないが、あ、いたいた、押し付けるって感じで今入りました。はい。ちょっとじゃあ L サイズくっつけてみました。うん。これどうだろうね。その KZ との関連性とかそういうものをよく分かってないからあれなんだけど、ちょっと KZ と比べてみようか。はい。KZ の ZS12 Pro だっけ。ついている、これはデフォのやつのはずなの。ちょっとだけなんかスリットの深さが違うような気がしないでもないけど、あれかなこれ耳に入れて、あれかね普通に耳の油とかでテカって光沢感出てるから水が深く見えるだけかな。そうじゃないとも言えないが、どうだろう。もしわかる方いたらコメントなどで教えてください。他の方の参考になると思うので。はい。で、もう一個気になっているところ、先にちょっと、このケーブルについて。このさ、ケーブルの見た目が最近の KZ、これも KZ なんだけど、300円イヤホンどこ行った？とりあえずと思ってここに入れたんだ。これだね、多分。はい。これもちょっと別動画。メーカー自体別になっちゃうからだけど、300円だけど音質が、まあ、個人的には5000円級と言ってもいいんじゃないかみたいに言った、まあ一般世間的にもコスパの良さで有名らしいけど、KZ の EDX ライトのケーブルに似てるかなと思ったんだけど、ちょっと違うね。こうやって比べると全然違います。全然違うわ。ユーザーガイドとなってちゃんと日本語もこの時点で書かれているので、ってことは当然日本語の説明の記載があるってことだろうか。あ、英語、中国語と日本語でもこう書かれている。まあな、ごくごく普通の有線イヤホンなので、そんなに説明を見るようなこともないと思うけど、でも本当にあれだね、イヤホンの初心者っていう方だったら、まあリケーブルつって、ここがピンが外せて、ケーブルが交換できたりとか、あとは耳掛け方、手話掛けっていうのかな。耳の上に回してつけるような感じになっているので、ここら辺はもう完全に初の人だとわかんないかもしれないので、まあ、ちょっとこの耳の型で装着感というか、どんな感じかっていうのも一応映そうとは思います。あ、マイクはありなしモードがあって、これは 3.5mm のマイクなしモードっぽいです。まあ、ちゃんと説明ここら辺は書かれてるっぽいです。で、今回ちょっとここになんで Mac 出してあるかって、いつも空きスペースだらけだからとか、単純にそういうこともあるんだけど、音を聞くときのデバイスとして Mac 使用しようかと思います。Mac もさ、使ってる人多いと思うから、もともと iPhone 16 Pro で、まあ、イコライザーとかそういうものを使わずに、耳の保護用のボリュームの制限とかもかけずに曲を聴いていました。そして YouTube の再生リストから聴いているので、人によってそのさ、なんか音質の差がなるべく出ないようにってとこで環境を整いやすいもの。といってもこれをね、持ってるか持ってないかって差はあるけど、みたいなとこでやったんだけど、いつもは Windows でやったんだけど、Windows なんてさ、もう DAC かましちゃって、それこそ、まあ全然知識ない中、興味が出ちゃって4万円の DAC とか手を出してしまったので、それを言ってもさ、同じもので整えるってなかなか難しいと思う。Mac だったらまだね、多少なりとも近く揃えられる人もいるかなっていうところで、まあ最近買ってレビューしようと思って全然動画も上げられてないので M5 になります。今の Mac の最新モデルになるのかな。次のモデルがそろそろ発表じゃないかって結局発表されていないで M5、MacBook の M5 になります。M5 Pro。MacBook Pro M5。そう、これもどっかのタイミングで触れようとは思ってるんだけど、Mac イコールさ、AirPods だっていう感じになりがちじゃん。俺は使ったこと一回もないからどうしようかなって、ちょっとね、買おうかどうかを考えてる節もあるというか、なんだけど、これね、そういう発想に行きがちなんだけど、MacBook 全く、頭にない人とかだったらさ、わかんないかもしれないけど、ここね、イヤホンジャックあるんでね。それは PC だからあんの当たり前なのかもしれないけど、スマホだったらさ、今ってもうないじゃん。でね、漠然と考えて、MacBook ってイヤホンジャックあるんだと思って。そしたらじゃあ有線イヤホン使うのそれこそいいじゃんなと思って。そう。で、プラス、MacBook とかだとさ、デザイン性で買う人とかもいると思うので、まあその MacBook の見た目に合うイヤホンとかイヤホンケーブルなんて俺全然持ってないからこれからの話なんだけど、そういうなんか捉え方も面白いかなと思って、そういうのも含めて、まあせっかくだから MacBook で聞いてみようと思います。今後の標準として一応使おうかなとは思っています。片側乗っけて、まあイヤピの L のサイズだからそこの重さも含んでにはなると思うけど、3.99g、約 4g になります。もう片方乗っけて当然倍の8g くらいかね。いや、若干違うな。乗せ方によっても変わってくるか。よくわからんけど、どっちかの方が重い。はい、そしてケーブルもちょっと雑だけども、こんな感じで乗っけちゃいます。はい、乗っけると 23g。ちょっと軽めでしょうか。
覚えてないけど、ちょっと軽めのような気はする。で、左右がちゃんと、これも LR 書かれてるはずだけど、ちょっとわからん。透明で見えない。今書かれてたかな。わからないです。まあゲームで使用しない限りは大きな問題はないと思うので、マイクがついてればマイクがついてる側が右だとは思うんだけど、まあこれも全くわからない人向けに、このリケーブルっていうピンに挿す感じは、このケーブルのこのピンのところを挿します。イヤホンとかメーカーによって、これの形状が違ったりとかあったりするので、まあそこをちゃんと合ったものを購入さえすれば、このつけた時の見た目の違いも楽しめるとか、そんな感じになります。さっきの Mac に合うか合わないかとかそういうのも含めての話になるけど、つけてみました。はい、つけてみるとこんな感じ。どうでしょうか。どうだろうね。茶色がなんか逆にこの黒赤に考えようによっては渋みを増しているというか、といっても結構淡めに見えるかな、茶色が。まあなんか普通に黒いコードだったら一番しっくりくるかなっていう印象はあるけど、もしくはまあ透明のもうよくあるさ、こういうやつの方がなんかしっくりしそうな気もしないでもないけど、どうでしょうか。はい。じゃあこれで耳にかけた時の感じ実際にやってみると、この手話掛け耳掛け型のイヤホンっていうのはこんな感じになります。耳の後ろから回して、ここの部分がホースみたいになっていて、ちょっと強めに作られているので、なんかたわんで簡単に落ちてしまうみたいなことは起きづらい。はい。で、ちょっとこれあれだ。イヤピ外さなきゃダメだ。そしてあとはもう耳に入れるだけなので。はい、どうでしょうか。いや、めっちゃ車輪眼だな。車輪眼感がすごい。うん。はい。正面から見ても収まりは普通にいいです。この耳の型って結構ちっちゃめなんだけど、ここがちょっとあれだね。浮いちゃうけど、これどうだろうね。耳のサイズによってはこういうことが実際に起きてしまうのかどうなのか、そこまでちょっと判断はつかないけど。はい。まあ、正面から見ると、こんな感じ。黒赤が。いいね。かっこいい。そして KB イヤーのロゴも、まあなんかそんなに違和感ない感じでマッチしていて悪くない気がします。後ろから見ると、まあケーブルきっちりつけてみるとこんな感じで、後ろから見たらちょっとあんま見えない感じかな。まああんま細かいこといつも気にしたことないけど。はい、ちょっとじっくりとこうやって映しておきます。角度変えながら。めっちゃ黒光りしてんな。この奥まったところにある黒の感じが、こう角度つけるとさ、黒がチラチラとしか見えない。この手前とかで影になって見えなかったりするじゃん。この感じがいいかもね。あんまさ、これがさ、もう表面にさ、赤で入っちゃってて、それこそさ、めっちゃなんか、ギラついて見えるというかさ、ね。って思うけど、この奥まったところに見える感じが、また、ちょっとクールさ、やりすぎてない感じがあっていいんじゃないかなと思います。はい。とりあえず耳につけてみよう。さっきの耳の型の時に浮いてるような風に見えたけど、どうなのか。まあ、俺は体でかいので、その、イヤピ L にしたっていうところからもわかるかもしれないけど。あ、今つけてみたら、なんだろうな、特にさ、このつけた時の装着感どうこうで、特別違和感感じるとかそういうことを思ったことってのもあんまない気はするんだけど、今つけてみたら結構、ピタッとしっくり、結構ね、収まりがいいような印象がある。そして、今、ちゃんとね、奥まで押し込んで、密閉が取れるようなところまでやったんだけど、完全に密閉して、密閉されてこう音がさ、こうこもってる、響いてるな、みたいな自分の声の聞こえ方からして判断つくと思うんだけど、そうだな、それでもこのスリットの効果なのかなっていうほど空気が抜けてる感の印象は受けないけど、まあなんとなくそのスリット効果が何か感じられてるのかなみたいな、密閉されていながらも音が抜けているような感じがなくはない。まだよくわからんけど。はい。で、あとはこの iPhone、さっき言ったみたいに iPhone 16 Pro でイコライズアプリなし、音の音量の制限とかもなし、耳の保護のやつもなしとして、もうこれも定番的に使っている。あ、今回しっくりくるね。KB イヤーです。KB イヤーの、なんつったっけな、TC12 Pro じゃなくて、1000円ちょっとぐらい、1200円ぐらいの USB DAC。こちらを、これももう定番的に必ずこれを使うようにしているので、この組み合わせにしているので。はい。で、まずは、自分のポッドキャスト、この KT ガジェット本音レビューっていうものの、ポッドキャスト版、ラジオみたいなやつ版があるので、ちょっとこの前の Amazon の5000円以下、セールの時のやつ、ちょっと聞いてみます。あ、結構ね、いいかも。これ好きな感じかもしれないです。めちゃくちゃシャープすぎず、ただ中域とか声の感じとか、くっきり聞こえている。輪郭がめちゃくちゃはっきりしている感じがある。はい。ちょっとまあ、ポッドキャストの方はあんま聞いてもあれなので、声が主体のものと俺の声っていうだけなので、はい。ちょっとここから YouTube の方切り替えてみます。
ポッドキャストに関してはこの YouTube とかも同じで、自分で何度となく録音をして、で、編集とかもしているわけじゃん。だから、最も判断がしやすいものの一つっていう素材、そういう素材としてちょっと毎回確認するようにしているんだけど。はい。で、ここからは、このガジェット本音レビューのチャンネルトップの方から下の方に行ってもらうと、再生リストを作ってあって、イヤホンのチェック用にいつも使って、さっきちょっと更新してないな。なんか特に特別音源がいいものとかそういう意味合いではなく、単純に好きなものとか追加してるだけなんだけど、ここの曲を聴きながらやっているので、同じようにここチェックしてもらったら、なんかさ、サブスクとか加入する類のものじゃないから、同じ音質でこれも聴けるじゃん。だからできるだけ近い音で聴いてチェックしてもらえるようにってとこで、こんな感じにしています。はい。じゃあちょっともう聴いていこう。K-POP、ミャオ、バニーアップ。ボリューム8割ぐらいまで上げてます。普通にいい感じです。ちょっと自分の声が聞こえないぐらいのボリュームになっているので、声でかかったらごめんなさい。へー、結構パワフルな印象が。ネトフリのアーケインの主題歌、Imagine Dragons & JID。曲名が Enemy。アーケインはあれです。リーグオブレジェンズのゲームの。それのアニメ版。なんかでも絵画風のタッチでめっちゃアート感がすごくて、めっちゃいい感じのネトフリのアニメがあるんだけど、いい感じな気がする。この曲もエネミーも、パワフルさが、その作品の雰囲気、ちょっと、こう演出してくれる感があって、いい感じです。やっぱあれかな？なんかね、特別広域動向とかってとこに目がいかず、単純にね、とにかくパワフルだなっていうのと、ちょっと言葉多分合ってるとは思うけど、アタック感とか、歯切れの良さとかっていうところ、めちゃくちゃ鋭いぐらいの歯切れの良さって感じじゃないんだけど、とにかくね、パワフルにガツガツくるっていう印象がすごいです。続いて、イッチ、トンネルビジョン。女性ボーカルの声なんかもめっちゃくっきり聞こえていい感じ。ただ、なんかその広域の方をね、よく言ってるというか、これも感覚の話で比べないとわかんないけど、感覚で持っている。例えば TRN コンクとかで感じるような、なんか広域のめっちゃ綺麗なクリアな、きらびやかさ的な感じの印象はそこまで受けないかも。だからダメってわけじゃないんだけど、そんなことよりも、とにかくやっぱパワフルさっていうところがすごい目立っているような気がします。東京グール主題歌、アンラベル。普通にいい感じです。ただなんかどことなく割とあれかな、なんか、全音域結構圧縮されたような、耳元から全体的に音が聞こえてくるみたいな印象を受けるかもしれないです。なんかね、あんまりね、奥行きとかそういうのの層を感じられないというか、感じられないっていう表現は正確じゃないな。あんまりそれが明瞭に現れてるようなタイプではないかもしれないです。いや、わからん。俺耳いいわけじゃないかわかんないけど、そういう印象を受けました。はい、定番で聴いているカイリー・ミノーグ&デュアリパ、リアルグルーヴ、よくホール感を感じるって言ってる曲です。なんかね、空間、もともと音が結構響いて感じるな、みたいに聞こえる曲なんだけど、だから、この曲なんか結構イヤホンによって聞こえ方また変わってくるので、やっぱ特に中域とかが結構、近くから聞こえてる感じが強くて、ボーカルとかっていうところがメインで、強く感じられるイヤホンっていう感じになるんでしょうか。かといって、でも、ホール感というか、空間の感じも一応感じられます。奥の方にこうなんかマイルドな空間が広がってるんだけど、そこに対してボーカルの声がめっちゃ前の方からガツガツ聞こえてくるみたいな印象を受けました。続いて男性ボーカル、米倉敏則 Do Something Real。これ、めっちゃ合いそうな気するな。サビきます。これもいい感じだと思います。続いて、ちょっとあれだな。最近、なんか、楽器のことも俺全然わかんないんだけど、そこら辺の聞こえ方の判断にいいかなと思ってるのが、2パックヘルレイザー聞いてみます。ヒップホップ。この曲だと、そのラップとか流れている背景になって、チャカチャカね、あとなんかシンバルっぽい音とかが聞こえるんだけど、そこのね、聞こえ方で結構イヤホン依存っていうところが伝わってきやすいような気がするので、やっぱなんか分離感がないとは言わないんだけど、どことなく一塊になってるような印象は受ける気はします。その中でも、広域のそのチャカチャカなってるシンバルなのかなんかそういう感じの音に関しては、明確に別物として聞こえていて、結構生々しいような感じで聞こえてるような気もするんだけど、それでもやっぱりなんかね、どことなく全体的に、なんか一括りになってるような。音は全く別に聞こえてるんで間違いなく違うんだけど、なんかどことなく全体としては、そこの音以外の部分がまとまって聞こえるのかな。ちょっと言い方が難しい。この表現が伝わる人がいるとは思えないけど、個人的に考えている、イヤホンのケーブルの 3.5mm と 4.4mm の時に差が感じられるって言った時の 4.4mm はどことなく全部がまとまった音に聞こえるって話をよくしています。
なんかね、3.5mm の場合、分離感がすごかったイヤホンに対しても 4.4mm でつなぐとめっちゃパワフルになるんだけど、どことなく全部が一塊になって、各音の解像感が消え失せてしまったように感じるって俺は考えています。そういう風に感じている。もちろんそれもイヤホンとかさ、対象の曲依存で変わってくるところはあると思うんだけど、漠然としたイメージ。なんかね、全く別のイヤホンを使ってたまにそういう風にアンバランス接続試しても、やっぱ同じように感じるなって思うから、そんなに個人的な感覚、あくまで俺の耳とかさ、また最近よく触れていたけど、その音の聞こえ方なんてさ、耳の形状も違えば耳のサイズも違う。そこに対してイヤーピー最大サイズでついてくる L サイズで密閉が取れるのか取れないかとかそこでも違うし、逆にコメントなんかで何回かもらったりしたものだと、俺は耳でかいからそういう発想なかったのに、逆にさ、耳がちっちゃすぎて最小のサイズ S サイズですらもう密閉が取れすぎて逆に収まらないとか痛いとか、もうこもってめちゃくちゃ聞こえるとか、もっと余裕のあるものをつけたいっていう、そういう声もあるっぽいから、だからそこはさ言ってもしょうがないところだから、まあそういうのも踏まえた上であくまで個人的な感覚として捉えている、その 4.4mm、3.5mm の時に感じるような、そういう感覚で考えた時に、どっちかっていうと 4.4mm で聞いた時の音に近いような印象を受けます。もう絶対伝わらないよね、こんなの。そんな表現の仕方。はい、ということで、ちょっとじゃあ、このぐらいに一回しておこうと思います。iPhone でのチェックに関しては。はい、続いて、じゃあ Mac に接続してチェックしていこうと思います。ここ横。改めて、こんな感じでイヤホンジャックついているので、ここに挿しています。ちょっと見た目の確認も取ってみよう。はい、挿します。はい、こんな感じで装着した状態で、挿したところ、まあこんな感じ。どうだろう。まあケースもつけちゃってるからあれだけど、なんかまあ色とかの参考にもなればなっていうところで、見た目に。まあそんなしっくりくるようなことはないな。明らかに浮いてるね。まあこんな感じになります。まああれだね。特に合うもん合わないもんないね。普通に浮いてるね。明らかに露骨に。まあ何かの参考になればというところで。ここから音質も実際チェックはしていくので、まあアップルとか Mac って好むそのなんか洗練された感とかシンプルなのを求める人にこれが合うとは到底思えないけど、まあ全然しっくりこない。うん。というかそもそもこんなこと試したことがないから、じゃあ果たしてしっくりくるイヤホンがあんのかってそもそも俺は分かってないので、例えばケーブルだけで考えたらTRN のコンクにくっつけるとかなんか悪くもないのかなと思ったんだけど、どうだろう。まあもちろんシルバーとかしっくりくる方がいいだろうけど、まだなんか質感的にはちょっとゴージャス感もあるし、どうだろうね。合うことはないとは思うんだけど、まあこんな感じ。ちょっと今コンクにしたらシルバーで合うかなと思ったけど、ちょっと椎茸の方スターフィッシュになってるんだけど、まあこれも思いつきだったんだけど、今後どうせだからまあこの流れで見た目に関しても合う合わないとかも合わせてやっていければなと思います。ちなみにこれカバーつけちゃってるのでシルバーっぽく見えるかもしれないけど、ブラックです。なんとかブラックにあえて透明のマット加工のケースをつけてこんな感じの見た目になってるんだけど、これもレビュー上げてあるので動画よかったら概要欄に貼っとくので、はい、じゃあこれで聞いてってみよう。はい、一応これも映しておこう。カラーに関してはこの黒いやつ今レビューしているものと、もう一色がなんかね白と水色みたいなやつになります。全然印象が違う。ガラッと変わる。はい、どうでしょうか。結構好みは分かれそう。これはこれでまあ配色的には悪くないけど、せっかくさこのデザインなんだったらシャリンガン的なさだったらやっぱ黒赤がいいかなとは思うんだけど、どうでしょうか。俺だけでしょうか。こっちよくないね。めっちゃ強そうやばそうな、何かがやばそう。はい。でちなみにタイプ C マイク付きっていうのがあって、それだとこんな感じっぽいです。今回はマイクなしだけど、マイクありのモデルだと、これあれかな、黒になるんだ。タイプじゃない、 3.5mm でマイクありだと白モデルにしたら白ってことかな。マイク白モデルのマイク付き。白モデルはマイク付きが選択できないかな。できるかな。できないか。選ぼうとすると消えてしまう。今でもこれあれだね。黒のが付いてるけど。まあ参考にこれは商品ページの方、実際概要欄の方にリンクを貼っておくので、はい。その他楽天とかアリエクとかのリンクも貼るので、そこからチェックしてみてください。これ横映ってるからここ気にしないでください。よくお菓子を頼んで、これもレビュー、Amazon のね、ストアフロントっていうのがあって、俺が商品まとめていけるページあるんだけど、そこにいっぱい載っけてるので、そこを見てもらうと、はい、こんな感じでまとめているので、買ったものはね、ジャンル問わず、ここに動画も上げたりしています。見てこれ。
うまい棒とかもあげてるから。片っ端からここあげてる。ガジェットとかももちろんあげるし、冷凍食品とかそういうものも。そして、これ Amazon のセールの時とかに増えてるけど、ここにイヤホンの比較まとめとか、こういうまとめを作ったので、ここから見てもらいます。そうだ、ここの一覧行くと、俺が基本的にレビューしたもの、レビューしてないものも中に入ってるんだけど、レビューしたものを入れてあるので、ここ行ってもらえば、一覧で追いやすい。そして、レビューしたものでセールになってるものがあるかどうか、今ちょうどセールのアイコン1個もついてないけど、とかをまとめてチェックできるので、他にも YouTube の撮影機材。ちょっとこれは古いんだけど、この2つはおすすめです。俺めっちゃ、愛用してる。今まさしく。これはね、最新モデルが最近出たから、これね、おすすめです。ちょっとそっちに入れておこうか。俺が持ってるものではないけど。とか、そう、こんな感じにしてあって、食べ物、飲み物、冷凍食品とか、そういうもの。デスクの近くですぐ食えるもの。まあ、レンチンとかのものも含めてだけど。とかっていうのをここにまとめていただいて、こんな感じで見られるので。これも毎回貼ってあるので、ここの Amazon のストアフロントって。よかったら合わせてチェックしてください。はい、ちょっと話しとれたけど、じゃあここからもうこの再生リストで。さあ、どうだろうね。いつも、一回も試したことないからさ、判断基準がないんだよ。もうシンプルにここで今聞いてみてどう思うかって、それだけの話になるので。はい、まず、ミャオバーニングアップ。ボリューム5、60%ぐらいです。うん、普通にいいと思う。まあ、いや、iPhone で聞いた時の印象とそんなに変わりはないんだけど、まあ、若干こっちの方がパワフルに感じる印象はあって、全体的に本当にね、結構パワフル。弾む感じとパワフルさと、さっきの iPhone の時と明確に比較はできないけど、なんか若干マイルドさが、こっち Mac で聞いてるとちょっと強く感じてるような気がする。なんか歯切れの良さがどうこうとかさ、アタック感とかって言ったけど、でもアタック感あるか。どうだろうな。はい、ちょっと曲どんどん変えてまた聞いていこうと思います。やっぱね、本当にね、パワフルっていうところが第一位かと思います。ちょっとイヤホン変えてみよう。これじゃあちょっと判断つかんわ。中域でパワフルさがあってっていうと、ちょっとこれ違うけど、直前に使っていたものとして、まあ KZ。これはね、もう全く印象違うと思うけど、こっちは明らかにもっとシャープで、はっきり明瞭な印象だと思うんだけど、ちょっと聞いてみます。これと比べちゃうと、まあ価格触れてなかったか。多分2000円後半ぐらいかな。2000円、3000円ぐらいだと思うんだけど、3000円はいかないぐらいだと思うんだけど、今回のバング系やつが。こっちは、Amazon で7、8000円ぐらいで大体売られてます。セール時かな。アリエクだと4000円台で買えたりするってこともあるみたいだけど、価格自体がもうそもそも違うので、それがね、やっぱこれ現れてるね。こっちはね、さっき言ったみたいにひとまとまりになってるなって感じだっていうのはそのままだと思います。こっちはね、確実に、もう分離している。なんていうのかな。細かいそれぞれの音が分離しているとかそういうのもあるんだけど、そんなことよりも中域、低域、高域みたいなのが露骨に分離している。あとは、やっぱり明瞭感が高いので、明瞭度が。高いから、なんかね、鮮明、その背景の方でなってる音に関しても。その音作りの違いとかもマイルドに作ってあるとかっていうだけなのかもしれないし、表現できてないってことでなく、マイルドな音作りってこともあるのかもしれないけど、まあ、どっちにしてもそういう感じの印象です。パワフル、歯切れがよくは感じるんだけど、なんだろうな、まあ、比べちゃうと鮮明さが足りないようにも感じる。っていうところあるかもしれない。続いて、警備イヤーでこの流れで行くのであれば、これも比較対象にはならないと思うけど、これ面白いところいきます。なんだっけ ?KB02 じゃなくて、ちょっとごめんなさい、名前浮かばないわ。振動するイヤホンになります。骨伝導なんだっけ違ったっけ ?KB3 だかっていう最新のモデルが出ているはずなんだけど、ちょうどね、それが出た時、これをね、ずっと気になってて買おうと思ったら、その最新モデルの KB3 だかその03ってつくやつが出ちゃったの。じゃあちょっと微妙かなと思ったらセールで安くなったので買ってみます。これとかケーブルとかどうだろうね。真っ黒だから逆になんかそんな違和感なく合いそうな気もするけど、どうでしょうか。特にいいってことはないかな。この青とかもどうなんだろうね。これデザイン俺めっちゃ好きなんだな、このさ、ここの青の感じ。目の覚めるような青がめっちゃいい。他紫となんか茶色っぽいオレンジっぽいのがある。これめっちゃ好きなんだよな、デザイン。どうでしょうか。マックと合わないかな。でも車輪感よりは合うよね。どっちかといえば。黒でシンプルだし、これで青がここにあんのも。どうだろうね。いいかはわかんないか。悪いことはないんじゃないかな。はい、聞いてみます。これはだからもうそのね、音がいい悪いとかの評価軸じゃないイヤホンなので、なんかそこに目がいかない。本当にね、振動してくる楽しさ。ただただ楽しい。もう今こういう風に話してるだけで、俺の自分の声がね、反響して、振動してるんだよね。響いてる。っていう楽しさだから、比較するようなもんではないんだけど、ちょっと聞いてみます。とりあえずボリュームがちっちゃめ。全体的にマイルド。こっちの方が全体的にずっしり重さを感じるかも。音はマイルドなんだけど、やっぱでも、その振動感っていう、本当に実際に振動してるから、そういう意味合いでの弾みを感じます。これはもう全く別物だね。
ちょっと一応、じゃあせっかくだから、その300円イヤホンも最近触れたところで、ちょっと聞いてみます。純粋に興味がある。なんかこんな感じで比べることがなかなかないので、レビューの時にせっかくだから、ちょっとやってみよう。まあ、聞く曲依存もあるもんね。はい、じゃあ300円イヤホン EDX ライト聞きます。いや、ちょっとこれはね、ちょっとね、これが良すぎるんだろうな。これやっぱすごいね。これのお話になっちゃうと、これもまあレビュー上げてあるので、まあ細かいことはそれを見てもらえば分かると思うので、ちょっとそれ見てください。これ以上は控えよう。ちょっと待って。じゃあちょっともう一回戻してみよう。はい、じゃあシャリンガンに戻します。バング系。まあまあ、でもまあ、その300円イヤホンに劣るようなことは間違いなくないね。普通に、まあ、ちゃんとね、改造感が得られてるなって感じ。さっきのだって、ちょっとまあ、それレビューを見てもらうとして、普通にね、パワフルさという話ばっかりしてたけど、ちょっとあれかな、さっきやっぱ比較したものが悪かったのかな、最初に。ひとまとまりになってるって話は、何も聞き比べる前に言ってはいたけど、これと比べちゃうと、それはまとまって聞こえちゃうと改造感が足りなく感じるのはもうそれは仕方ないことだと思うんだけど、なんかね、今改めて聞いてみたら、さっきパワフルさって話したけど、なんかね、そのね、表面に当たるエッジの部分は結構、シャリシャリを伴うような感じで明瞭に聞こえるかなっていう。いや、でもな、いや、なんかさ、もう全体的にすごいね。2000円ぐらいでさ、こんな感じでめっちゃいい音で聞こえるって。ちょっと別の曲も聴いています。キャット&カルメルドラマチック。ルセラフィムスパゲッティ。めっちゃ歯切れがいいね、この曲とか。これは相性いいかもしれないです。曲のことわかるわけじゃないけど、単純に聴いてみて、曲のね、歯切れの良さの、弾むような感じのメロディーのところとマッチしてる気がします。ちょっとディオニック探します。ディオニックがね、見当たらないんだよな。どこ行っちゃったかな。ここにないかな。あとはさ、もう完全余談だけど、こんなケーブルも買ったんだよね、これ。なんかちょっと試したら、なんかマイルドめのような気がしたから、どっかでケーブル何本かだけ安いやつだけ買ったのあるから、それまとめて試そうと思ったんだけど、これも KBR のケーブルだ。KBR のケーブルだね。これも KBR か。そうっぽい。よく見かけるやつね。ちょっと探したけど、ディオニックが見当たらない。そんなことあるかな？なくなったなんてこと絶対ないはずなんだけど。あった。思いっきりあった、ここに。よかったの、覗いてみて。はい。ディオニックが、こんな感じのやつ。これがね、中域の感じ、パワフルさとあって、なおかつ、鮮明で、っていう話をしていたんだけど。まあ全部、これは概要欄にリンク貼れれば貼るので。あとね、ちょっとね、この組み合わせで良かったかわからないけど、このケーブルが割と、なんかね、鮮明で、シャープな感じのやつに対して、これが良くて、これちょっとマニアックだな。竹林町のご提供いただいたイヤホンなんだけど、それについてきたやつ、ケーブル。結構しっかりめの。なんか赤い色がついてるのは、これアリエクの罠で。動画上げてないか。アリエクの変なものを使ったら赤い色がついて、一生取れなくなってしまった。白いケーブル何本もやられました。アリエク恐るべし。そう、ちょっとじゃあ、これ聞いてみます、ディオニック。ディオニックは、じゃあこのケーブルそのまま使ってみよう。多分同じやつだよね。そしてまあディオニックに関しては、スイッチもついているので、切り替えで音がさらに変化する。これはね、比較的わかりやすかったです。TRA のオルカだと違いわかんなかったんだけど、こっちは変化がわかった。まあこれはね、まあ価格の差もあると思う。これも、さっきの KZ の ZS12 Pro 2と同じで、もうね、まあ全然鮮明さが違います。露骨に鮮明。比較するまでもなく鮮明です、これは。鮮明、その改造感プラス、もともと音の傾向としてめちゃくちゃシャリシャリと、その輪郭が際立つタイプだからってことだと思います。そっか、でもまあちょうどいいね。このケーブルは2本とも KBR のやつなわけだもんね。じゃあちょうどいい。これも概要欄にはリンクじゃあ貼るようにします。最低限 Amazon だけは。リエクとかまでちょっと貼れるかわかんないけど。大丈夫かな？めっちゃ硬く感じる。はい、つけてみました。元々のケーブルに比べると多少ないとも高級感は生まれると思うので、あんまりそんなずっしりする感じではないです。見た目だとさ、ちょっと鎖っぽい TRN コンクとかの見た目をちょっと連想するところもあるかもしれないけど、普通に柔らかい感じ。
結構しなやかな感じ。ごわつきとかはない。はい、こんな感じです。どうでしょうか。ちょっとじゃあ Mac 閉じて、いろんな本がごちゃごちゃあって分かりづらい。まあ元のケーブルに比べると、なんか逆にやっぱ存在感があって、ちゃんと物としての存在があるからかね、色もはっきり見えるし。まあ、と言ってもやっぱこれは合わないけどね。本体は間違いなく Mac に合わないと思うけど。まあまあ、こんな印象です。さあ、これはね、露骨に変わってるね。俺の耳の感覚と好みとしてはダメになってます。こっちの方がダメ。めっちゃマイルドになってる。なんかめっちゃ中途半端に感じる。こっちのケーブルの方がいいやつなんだろうけど、だからさっきのようにもしかしたら、これは違うけど、俺の中で感じてる 3.5 ミリと 4.4 ミリって言ってる時の、どっちかって言ったら明らかに 4.4 ミリの時に感じるような音に感じてしまっている。なんかね、マイルドでこもったような感じ受けてしまう。これは好きじゃないな。めっちゃ、もうむしろ嫌いなぐらいかな。ぶっちゃけ。嫌いだわ。もうちょい聞いてみよう、一応他の曲も。まあ、ここはな、本当に好み依存だと思うので、逆に、めっちゃいいって思う人もいそう。逆に。俺と好みが真逆の人とか。まあ、曲によっても違うか。でも、まあ、どっちにしてもいいとは俺は思わないです。あれ、また曲戻して聞いたら印象が違うな。なんかね、余計ね、めっちゃ薄っぺらく感じる、これ。あとはなんか、ジャリジャリザラザラした感覚をめちゃくちゃ感じて、これは比較してもきっと同じ聞こえ方にはなんないとは思うんだけど、一個名前を挙げようとしてるんだけど、製品を。俺はそれがあんまり好きじゃないんだけど。と同じ聞こえ方に今これで聞こえてて、その対象っていうのが TRN の椎茸スターフィッシュ、さっき言うとした。スターフィッシュの感じに、比べたら絶対違うと思うよ。全然違う可能性の方が高いと思うんだけど、なんとなくスターフィッシュに感じる、まあ表現悪く嫌さ。俺は好きじゃないから、嫌さをこのケーブルにしたら感じました。そうか。まあこれで戻してみて何を思うかっていうところがきっと重要なポイントになると思うので、もう一回ケーブル戻してみます。まあ逆に言えばね、俺みたいに耳がいいわけでもないのに差が明らかに感じたんだから、ケーブルで音が変わるっていうところの意味合いでは、まあ、参考になるかなとは思わないので、まあケーブルでは変わらんっていう人もいるし、あれだけど、まあこれね、この前さ、300円イヤホンかなんか、何のイヤホンの時は言ったけどさ、その変わる変わらないって、それ単純に本当にこれディスるとかじゃなくて耳が悪いんじゃないの説が普通にあるんじゃないかなと思ってさ、例えばさ、食べ物とかの話って、いろんな人と会話するから、自分ちょっと味覚ずれてんのかなとか、濃いめが好きなのかとか、そういうのわかるじゃん。辛党なのかなとか。でもさ、耳の話ってしないじゃん。例えばさ、あの曲いいよねって、ここのサビんとこいいよねとか言うけど、それがどう聞こえてるかなんて話しなくない？イヤホンとか好きな人たちの間でするのかもしれない。俺はそんなこと人生上一度もしたことないから、単純に自分の耳のことを分かってない人たちってのもたくさんいるんじゃないかなと思って。これは別に俺が耳がいいって言ってるわけじゃない。俺は耳が悪いと思ってるので、それでも露骨な違いを感じるし、なんかさ、データがどうこうって話あるけどさ、データがどうこうで、データはそら系は一緒だろうけど、そこに対して聞く側の耳のサイズとか耳の形は違うでしょって、さっき言ったみたいな話も含めて。それもそうだし、あとは俺が自負があるのは、この前本当に言われたみたいに、音楽はよくわからんけど、なんとなく違うかなぐらいだけど、その、FPS ゲームの時には俺はゲームが下手くそなので、とにかく真剣に聞くわけよ。真剣に耳を使って、イヤホンの特徴に合わせて最適な感じで聞き取り方をした足音に気づけるように、こう必死に使うわけ。で、それでやった時には、もうね、このね、ケーブルの差とか音楽とは比較にならないぐらい全く違って聞こえるので、明確に言語化できるかどうかは別として、こっちはもう無理だわってなるのとかってめちゃくちゃ明確にわかるの、違いがあるの確実に。だから、ケーブルでの差は確実にあります。それを言いたいがために、ちょっと再生。やっぱそうだね。全然違う、こっちと。こっちはね、なんかね、もう本当に真っ平らになったのよ。叩き潰して中域だけにしたみたいな。ちょっと大げさだな言い方が。なんかね、そんな印象。なんかね、なんかもうその、奥行きとかそういう立体感も何も感じられない。まあ多分な、耳の方がちょっと使って慣れたら違う感じ方をするんだとは思うんだけど、これはもういろいろ散々経験をしているので。ただ、本当に切り替えた直後の差で言うと全然音違う。でこれは俺はお勧めしないです。まあ一応リンクは貼っとくけど、真逆のことを、俺が言ってることと真逆のことを思う人はもしかしたら PC しっくりくるかもしれない。はい。こっちはな、これもさせるのかな？させるはさせるよね。ちょっと太さが違うのかな？させるはさせる。確か前試した感じ。一応、なんか怖い。鳴るだけは鳴った気はするんだけど、
はい、これ、でもさ、赤黒だからさすがに合わんか。さすがに合わないか。でもさ、最初のさ、なんか中途半端なクリアな茶色とかより良くない？こっちの方がメリハリあって。なんか悪くない気するんだけど、こっちの青黒プラス赤黒って、これはこれでなんかかっこいいような気もする。ちょっとこの刺したところがね、アンバランスだけど。ここは赤になってんだ。こっちは青か。青とかついてないか。ちょっとじゃあこれで。Mac と合わせて使うにはどうでしょうか？印象は。こうさ、こうやってさ、こんなことならんか。でも置いたらこうなることもあるよね。まあ、こういうことですよ。要は。どうでしょうか。これ赤が見えないね。まあ、こんな感じです。とりあえずちょっと流してみます。青ケーブル。ケーブル自体一緒なのかな？なんかね、確かね、太さが違うだからなんか12とか16とかあって、なんかその差で買った気がするんだよな、この青いやつ。全然違う。よりマイルド。ただ深みは感じる。厚み深みを感じる感じ。マイルドだけど。別の曲も。ルセラフィンクレイジー。これはこれでいいかもな。めっちゃね、パワフルに感じる。へえ。何曲か聴かないと本当わかんない。なんかね、本当にやっぱりショップな切り替えて聞いた後から、ちょっとね、使ってるうちに耳がじんわりこう馴染んでくるというか、イヤホンの音側にこうアジャストしていく感覚というか、要はさ、なんていうのか、例えばさ、広域が強いイヤホンを使ってたとしたら、広域が俺が好きだっていうのは抜きとしても、無意識にした広域にピントがあっちゃってんじゃん、耳のピントが。ピントって言葉をあえて使うと。で、それ以外の部分はちょっとそのカメラ的に考えた時にちょっとボケるというか、意識から遠ざかるみたいな。だから切り替えた直後って、例えば広域のものを聞いてるときは広域にピントが合ってるんでね。そのまんまでイヤホンを変えるから、それは違和感感じるじゃん。例えば変えた先が中域がなんか際立って、特にクオリティの高いようなイヤホンだったとしても、耳のピントは広域にいるから、あれなんか広域聞こえねえがボケて聞こえんなってなっちゃうじゃん。だからしばらく使うことによって、ピント、最もピント合わせるべきとこに自然にピントが移行していった結果、なんか最初と違って感じるのかなみたいなこと起きてるような気もするんだけど。これはいいね。これはめっちゃいい。めっちゃパワフルに感じる、本当に。バランスがよく感じる。ルセラフィム、スパゲッティ。元のこっちのケーブルの時とはね、本当にね、全然違う。こっちで聞いた時ってなんか歯切れが良くてさ、その弾力のある感じ、そのアタック感の強さというか曲の弾むような感じに合わせて、なんか結構ガツガツくるって言ったと思うけど、なんかね、全然聞こえ方違う。こっちの青いケーブルにしたら、本当にね、分厚い層が中域、低域から中域にあるみたいな感じで、そこの上で鮮明さもこう漂ってるみたいな、漂ってるって言い方おかしいな。とにかくね、全然違う。とにかくパワフルさがすごいこっち。圧力を感じるようなそういうパワフルさ。これさ、ちょっとじゃあこの状態でもう一回この標準のケーブルに戻します。これはな、多分な、なんかね、相当チープに感じちゃいそうな気がする。このルセラフィンクレイジーを聞こう。はい。いや、でも違うね。なんかね、思ったほどの差を感じなかったけど、ちょっと待ってください。やっぱ良くも悪くも鮮明さを感じるのはこっちのケーブルの方が鮮明です。明らかにこっちの方がマイルドさが増したのと、とにかくパワフルさってとこかな。そういう感じ。アタック感、まあそのエッジが際立って聞こえるのはこっちな気がする。それはね、音の質がどうこうっていうのはなんとも言えないけど、もしかしたら安っぽい感じだから、その安っぽさで感じているそのエッジの際立ちみたいなことなのかもしれない。今ので比較してみると。こっちの方が上質のような気がします。パワフルさの上に現れているエッジのその鮮明な部分。めちゃくちゃ鮮明にはこっちでは感じなかったんだけど。はい、みたいなところで、このぐらいにしておこう。許してやろう。はい、ということで、一応今回は KB イヤー様という言い方で大丈夫かなからご提供いただいたバン K、はい、レビューとなりました。ちょっと明確な感じにはならないけど、価格考えたら全然ありだとは思います。はい。あとはまあ、ここの見た目の好みがすごい分かれると思うので、このもう見た目で気に入ったっていう人は、まあ2000ちょっとぐらい、ちょっと正確な金額今わかんないけど、まあ Amazon で見て2750円ぐらい、クーポン使って2200円って今なってます。まあこのタイミングなので変動はあると思うけど、
だから安めだし、気になる方、見た目で気になる方はっていうところが強いかな。普通に音も普通にいいはいいです。これがもう散々話したような特徴から、なんか良さそうかなって自分の好みに合いそうかなっていう方は、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい。で、さっき途中で映したストアフロントの方も、そこもちょこちょこ見てもらうと、なんかいろんなもの追加したりしているので、よかったらこちらも合わせてチェックしてみてください。ストアフロントと概要欄に貼っておくので。あとはケーブルも今回ちょうど良かったかな。なんか動画の中で映すことなかったので、KBR のケーブル2つ、めっちゃダメ出しはしたけど、茶色い方は。でもな、しばらく使ってみないとわかんないね。さっき後で言ったさ、その耳のピントがずれた状態からスタートしちゃってるからってところの影響は大きそうな気がするので、またタイミングがあればここら辺も試そうと思います。はい、ということで、今回はシャリンガンイヤホンを試しました。何かの参考になれば、よかったら高評価、そしてその他何か思ったことあれば、ぜひコメントなんかもお願いします。その他にもイヤホンの動画たくさん上げているので、チャンネルトップの方からぜひチェックしてみてください。はい、で、今回以上となります。最後までありがとうございました。さよなら。